こんにちはったらこんにちは。出雲です。これ背景の写真はオリジナルのアルディーノUNOです。ものはこういう色をしてるんですよね。ずいぶん前に買ったんですけど、これを使って会社の後輩にマイコン教室とかやった覚えがあります。懐かしいですね。10年近く前になるのかな。で、今日は、主婦に教えるマイコンプログラミング休み時間ということで、ちょっと電気とか電流だとかの話をします。一応、電子工作をやる上では、避けては通れない基礎知識ということで、ちょっとお付き合いください。ではですね、主婦に教えるマイコンプログラミングの休み時間その1、電圧、電流、抵抗とアナログ、デジタルの話をします。よいしょ。で、電気の話は、水に例えることができるかなと思っています。では、まずはですね、その基本になる3つの物理量ですね。電圧、で、単位はボルト、記号はこれです。で、次は電流、単位はアンペアで、記号がこれ。で、最後は抵抗、単位はオームで、記号はこれになります。この他にですね、コンデンサとかインダクタとかあるんですけど、初期ではですね、使うのはこれぐらいです。で、電圧っていうのは、電流と抵抗をかけたもの。で、電流っていうのは、電圧を抵抗で割ったもの。で、抵抗っていうのは、電圧を電流で割ったものになります。で、多分学校で習うときとかは、こういう風な丸書いて、線引いて、電圧、抵抗、電流って並べるような覚え方をするんじゃないかなと思います。これを見るとですね、電圧は抵抗かける電流。で、抵抗を出したかったら、電圧割る電流。で、電流を出したかったら、電圧割る抵抗っていう風な覚え方を、させられるんじゃないかなと思うんですけど、式を覚えてるだけだとね、あんまし意味がないのかなと思ってて、で、これをですね、感覚的につかむには、こうかなと思って描いたのがこの絵です。で、タンクに水が入ってます。で、この水が電気です。で、ですね、このタンクからパイプが伸びてて、水がジャーっと出てます。で、水がジャーっと出ることで、例えば何かお仕事をするんですね。水車をくるくる回します。で、この水が仕事をしてます。で、電気に言い換えると、この水面の高さが電圧です。で、だから、電圧が高ければ高いほど、水がたくさん流れて、要するに電流がいっぱい流れます。で、パイプの細さが、抵抗値、水の流れにくさですね。水の流れにくさが抵抗値なので、同じ抵抗でも水位が高ければ高いほど水が、つまり電流ですね、がいっぱい流れる。で、同じ水位でも、パイプが細いと、要するに流れにくさですね。流れにくさが大きいと、水、つまり電流ですね、はあんまり流れない。っていう風な関係になります。流れにくさが抵抗で、抵抗が大きければ大きいほど水は流れない。電圧が高ければ高いほど電流はたくさん流れやすい。こっちを覚えなくてもいいから、できたらこの絵ですね、を覚えて、イメージを掴んでください。そういうところがね、大事かなと思います。ではですね、電圧のアナログ値とデジタル値という話をします。で、端的に言うと、アナログ値は中間がある値、デジタル値は中間がない値です。例えば、アナログ値なら0と1の間に 0.5 とか 0.25 とか 0.125 とか無限に間の数字が書けるんですけど、デジタル値は0と1の間だったら何もありません。0か1だけです。で、多ビットになると、これが0、1、2、3とか、0、1、2、3、4、5、6、7とか出てくるんですけど、1と2の間、
3と4の間には値がありません。そういう飛び飛びの数字がデジタル値です。で、Arduino なんですけど、電源電圧が 5V なので、入力とか出力とかする電圧は、0から 5V までの特化になります。これより上とか下とかの電圧を入れると壊れることがあります。で、この時、デジタル入力っていうんだと、0V か 5V。で、この入力にはですね、この日、0か5の日しかありません。で、なので、上をロー、下をハイとか言ったりもします。でもっと端折って0とか1とかいうことがあります。で、アナログ値だったら 1.24 みたいに中間の値を取ること可能なんですけど、で、アイコンにですね、こういう中間の値が入れられることが、センサーとか使ってるとあります。で、そういう時はどうするかっていうと、アナログトゥデジタルコンバーター、いわゆる ADC ですね、を使って、デジタル値に変換します。例えばなんですけど、Arduino の AD だったら10ビットなので、0V が0、5V が1023とかいう、値を割り振って処理します。で、例えばさっきの 1.24V だったら、デジタルの値に直すと254みたいな、扱いをします。で、この話はですね、AD のところでまたやります。で、この先ですね、ポートの説明とかするときに、デジタル入力とかアナログ入力とかいう話が出てきますので、ここで説明しておきました。はい、以上になります。というわけで、電圧とか電流とかの話をしました。これからどうしても出てきちゃう話なのでね、あんまり難しく考えずに、そういうものがあるんだなと思って、覚えるかできれば理解してください。身の回りの電化製品も、基本にはこういう理屈が根っこで動いています。では、ここまでお付き合いありがとうございました。この動画面白かったなと思っていただけましたら、高評価ボタンだとかですね、チャンネル登録だとかしていただけると僕は大変嬉しいです。ではまた次回よろしくお願いします。